どうもこんにちは、徳井です。今日はですね、千葉県君津市にありますホーリーウッズくるりキャンプ村っていうところに友人と来ています。でですね、今日はすき焼き、そしてですね、スーパーでハンバーグ、生の状態で売ってるハンバーグあるじゃないですか、ミンチのね。できてハンバーグ焼いたりとか、なんか鶏皮焼いたりとか、飲んで食って喋っていこうと思います。で、徳井の方がですね、今これ得意ビデオストアの新商品3段式、世界初おそらく3段式焚き火台のこのメラタワーってやつをですね今組んでますね。もうすごい簡単です。こうやってやって一段一段この間に棒をねかましてくるくるくるってやって重ねていくだけなんで、でこれ3段になってすごいあったかいし、すごいねいろいろ使い方ができて楽しい焚き火台なんですけど、これがねなんとこうやって2段でも使うことができますし、1段だけでも使うことができるし、大中小それぞれ1個ずつで使うこともできるんで、すごいねお得です。今日はこれでいろいろ煮たり焼いたりしていきます。でこれですね、鉄板、これオプションの鉄板です。すごく半円にしてあってすごいシンプルな鉄板ですけど、すごい頑丈でいい鉄板です。いい鉄を使っております。では準備できたんで楽しんでいきましょう。はい、がっつり着火剤を使ってつけていきます。大体僕着火剤使うことが多いですね。で下段のところに薪を置きましてですね、これ近所のスーパーで買ってきた薪ですね。もちろんこのキャンプ場にも薪はあるんですけど、なんかあったんで買い物ついでに買ってきました。これよく燃えそうな薪やと思いますね。2段目3段目穴が開いてない、一番下を1段目としたら2段目3段目穴が開いてるんで、下の火がこうだんだん移るようになっております。じゃあちょっとやりますか。行きますか。ちょっとでいいの？はい。あ、レモンドを買ってきたんです。はい、お疲れ様です。なんか久々ですね。な、ほんま久々。しかも明日休みってのがええわ。めっちゃゆっくりできるやん。雨なんでしょ、朝から。そうです。だから今日も寝るときは濡れそうなものはちゃんと片付けてから寝ると。これ薪燃やしてですね、これ調理とかする場合はこれ炭もね一緒にこれ火をつけておくといいかと思います。このね炭のところに鉄板を置いてお肉焼いたりとかしますので。ほんま久々やな。あれいつやろ最後。いつでしょう。あれや、カレー鍋やった時や。1月22。へえ、今年の冬あんま行けへんかったな。なんか、焚き火してなんか熱燗飲んでうえーっていうのがあんまなかったなと思って、だってストーブ今年1回も使ってない。出してない、まああったかかったってのもあるけど、花粉症はゼロですか？花粉症ゼロ。全アレルギーゼロなんでしたっけ？検査で分かるやつはな。食べ物は？食べ物何もない。何食うても痒くならないんですか？痒くならない。ジンマシン出たことないんですか？出たことない。ジンマシン僕でほぼ全アレルギーですね。食べ物はあんまあれですけど、花粉、ほこり、動物。動物そうなの？犬猫でもそんな長時間歩き続けてるとですよ。例えばうちに泊まったりとかしたらもう出るってこと？ああ、そうですね。翌朝とか出ますね。へえ。僕もうほんま検査でこんだけありますって言ったらリストバーって出てるやつ、バーって出るやつよ。2枚にわたってましたもん。何から焼こうかね。ハンバーグどうすか？ああ、いいですね。ハンバーグから行くっていう、はい。
フライパンかぶせよう。フライパンをかぶせる？そう。あ、なるほど。開けてみようか。これは生かどうかなんか分からないですよ。わかんない。ちょっと一応刺してみて。よっ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。ソングとかなの？そうやな、ソングの方がええな、これ。じゃあ、いいと思います。うわー、ええ匂いするな、ほんま。よかった、ケチャップあった。うわー、いいね。あー、いいっすね。うまい。うまい。うまい。ステーキ屋に行ってね、ステーキ屋？ステーキ屋、うんハンバーグ頼める人ですか？出た。いや、ステーキ屋行ったら、ステーキ食うな。よくね、あるじゃないですか。焼肉屋じゃなくて、お肉屋さんで、ハンバーグ、これハンバーグめちゃくちゃうまいねんっていうお店もあるじゃないですか。ハンバーグ頼めるってすごいなって思う。いや、それがここのステーキハウスのハンバーグが美味しいよって言って言ってるんやったらハンバーグ食うで。ステーキ屋でも、うわ難しいなそこ。だってここのステーキ屋のハンバーグが美味しいって言ってるんやったらハンバーグ食うよ。でも普通にステーキ屋行く時ってステーキ食いたくて行ってるやん、だからステーキ食うけど、ああ、昼飯食おうかって言ったらシェフがちょっと待ってください、うちのハンバーグが美味しいんですって言われたらハンバーグいや、そらさすがにそうなったら僕もそうですけど、ガストとかね、ファミレスとかやったら、まあ、ハンバーグ行くことありますけど。ハンバーグ行くやろ。ファミレスはハンバーグやろ。フォルクスはハンバーグ行きます？別に行けるわあ、行かれへんわ毎回同じこと言いますけど、飯屋はもうその飯一本で行ってほしいですよね。だからバターあれやろ、迷いたくない人かその選択肢が多いのが困る人やからやろ。もう僕米とパンですらもうどっちかでそっちで決めてって思いますもん。こっちで決めていいの？じゃあ、はい、もうここもうパンだったら自分で決めたらよくない？だから人に決められるぐらいやったら。だからもうパンしかないねんって言われたら、もうパンでいいですよ、パンと米どっちしますって言われたら、うわパンもいいし米もいいしななんでそんな決められへんの？だってパンも米もいいんですもん。すき焼きってさ、はい、なんかほんま人によって入れるもん全然違わへん？なんか違いますね。それ多分家なんですかね。家やな。人参入ってました？うちは入ってない。僕も入ってないです。あ、菊菜はうちは入ってた。白菜、玉ねぎ。いや、白菜入ってたか。玉ねぎ、うち入ってたか。しいたけ。まあ玉ねぎ、しいたけは入ってること多いな。まあ、すき焼きのね作り方ってね、知ってました？
なんで知ってるんですか？なんで？この前ね、うんすき焼きやろうって言ったんですよ、うん。ほなあれすき焼きってどうやって作んねやったっけみたいな。うん。でまず長ネギね、うん。長ネギ焼いてうん。横にちょっと避けてうん。肉焼いて肉は一発目肉は食うと。うん。それ関西風やな。動画見ながら作ったんで、うん。その人が関西風だったんですよね、その動画の人が、うんうんうんで砂糖入れて、うん。あ、めっちゃ関西風やんそれ。ね、東京の人って砂糖入れないんですよ。東京は割り下やから。もうだしバッていく割り下っていうまあだしみたいな。だしですよね、割り下プラス砂糖じゃないんでしたっけ？割り下にはだから砂糖と醤油とみりんとかお酒とか入れて作ってんのが割り下やから、もう入ってんのよ砂糖は全部。で関西はそれを割り下使わずに醤油とか砂糖とかで自分で味付けして最初肉をそれでちゃちゃって食ってみたいな。じゃあ作り方間違ってたかも。まあでも、正解なんて合ってないようなもんやしな。かまぼこのうまさって知ってます？いや正直そんな食わんな。でもたまに食うとさ、あかまぼこ美味しいなって思う時あるやん。僕もなんですよ。かまぼこの美味しさまだいまいちあったら食べるけど、だからあの手のさ、昔あんまり物がなかった時代に美味しいなとかさ、保存食みたいなとか、系のものってやっぱ現代人が食うとちょっとパンチ弱かったりするよね。そうか。かまぼことちくわと絶対ちくわ食うもんな。かまぼこもちくわも一緒やろ。そのちょっと待ってください。ちくわは完全に上みたいな感じなんなんそれ。ちょっと待ってください。いやいやそれはどっこいどっこいやろ正直。いや甘み全然ちゃいますやん。甘みというか味の濃さというか、ちくわのそれ味ついてるちくわ買うてんちゃうの？味ついてるちくわ食うてんですかね。いや味ついてるちくわってちくわですよ。スーパーに3本ぐらいで売ってる。いや分かってるよ。ちくわの説明は言う。いやかまぼこ俺だからシンプルなスタンダードなやつがもう味ついてんじゃん。ちくわで味ついてて美味しいって言うんやったらかまぼこも美味しいやろ。いやかまぼこも味ありませんやん。いやそのかまぼことちくわ全然ちゃいますやん的なニュアンスはちょっとそれは無理やわ。嘘でしょ。いややっぱかまぼことちくわあったら絶対それはちくわ行くもんなではないやろ。ちくきゅうありますやんか、っていうことは、ちくわにきゅうりを合わせたとしてもだってあれマヨネーズとかついてるやん。何につける派ですか？まあつける、あったらつけるな。そうか。ちょっとこのきゅうりの調味料としてのちくわ感でもかまぼこにきゅうりやと、かまぼこ何の役にも立ってないんですよ。かまぼこにもだったら味あるよ。ほんまですか？ほんまに言ってる。味同じような感じですか？いやジャンル一緒やろもう。いやジャンルは一緒ですよ、練り物の。でもその味のパンチやろ、別にかまぼこも別に味ついてて美味しいし、やけど、かまぼこは味あんまないよねって言うんやったら、ちくわもそうでしょ。だってねかまぼこってね蕎麦屋とか行ったら、醤油とわさびついてくるじゃないですか、ちくわに醤油とわさびつけますかって話ですよ。だってちくわを生で食うことあんまないやん。いやそんな驚かれることちゃうで。ちくわごといきますやん、3本入ったやつ。いやまずいかん。ちくわをそんなごともうおでんでしかちくわ食わへんもん基本。それかおつまみのそのちくきゅうとかで置いてあるとか。そうなんや。魚肉ソーセージと同じ感覚ちゃいます？ちょっと俺は違うわ。俺はちょっと違うわ。そうなんや。魚肉ソーセージと感覚は違うわ。へえ面白いですね。言うとよくね僕あんましないですけど新幹線乗る前に、ちょっとなんか買おうかいうので、魚肉ソーセージ買う人おるじゃないですか、あの感覚でちくわ酒のあてでちくわの人はいるかもしれんけど、それやったらかまぼこでもその酒のあてでかまぼこ食う人もいるやん。だって蕎麦屋行ったらだって板わさあるやん。あります。あれ酒のあてやんっていうことじゃないの？
あ、だからおやつにかまぼこ食わんけどおやつにちくわ食うじゃないですか。多分それってそのちくわの形状じゃない？こう持ちやすいからかまぼこってこうまた切ってってせなあかんからなんじゃないの？ちょっとあんまりこれ綺麗にゾーン分けできてないけど、まあお肉の近くに置かんかったらいいんじゃないですか。なんで？あ、肉固なるって言いません？はい。あ、そうなの？だったら一緒に煮たらあかんやんこれ。だから場所離しとけば大丈一個のお鍋の中で？夫。はい。ほんま？一緒に隣同士にしたらダメなんですよ。一個のお鍋の中入ってんのに混ざらへんの？あ、ほらもう白滝牛肉硬くなるでもうすぐ出てきますもん。すき焼きの常識で横に真横に置かへんかったら大丈夫なの？前これ話して出たら多分大丈夫だ。そうなん？あ、じゃああかんやん肉とやったらそもそも。賞レースに出る時とか、うん、なんかちょっとこれなんかの賞以前取ったから、うん、次の賞レース出る時に同じスーツ同じパンツとか、全くない。だって意味ないもんそれって気のもんやんか。気のもんですよ。そんなんに頼りたくないねん。なんかそんなんに頼ろうという気持ちがちょっとなんか嫌やなって自分は思っちゃうから。それが気持ちのプラスになることはあるじゃないですか。ちょっとした余裕というか。ないねん。それで、よしいつも通り右足から靴下履いて、でこのスーツを以前買った時のこのスーツを着たから、よしよし心が落ち着くとか、ない。風水は玄関にこれ飾ったらあんま良くないよとか。まあ風水とかは、ちょっとぐらいは気にするけどやってないで別に俺は全くやってないけど。ほなもしね、これ玄関に飾ったらええわと思って買うた絵があるとするじゃないですか。で後々何かの時にこういう色の絵は玄関に飾っちゃダメよっていうのをやってたとするじゃないですか。ほなどうします？関係あらへんってことですか？関係あらへんな。それが自分がと思って飾ってるわけやろ。だったら別に俺は強いですね。だって別に意味なくない？なんか飾りたい絵飾った方がよくない？いやそうなんですけどそうなんですけど大体の人はそこでなんかそうなんやと思って変えちゃうじゃないですか。そうなんかな。俺それはないな。俺マジでシンプルに北枕嫌とか。もうないなんでか分からへんくない？いやそれで、なんか磁場の関係で、北枕は実はよく眠れないんです、とかがあるんやったら変えようかなと思う。そう言われるとなんか無駄なことしてる人やと思われるのは嫌ですけど。いやでもまあいっぱいいるやんそういう人。別に、それで自分にとっていつものことやってる、やんのが心が落ち着くんやったら別にやったらいいんちゃうと思うけど、それは全然その人それぞれやから。ただなんかさっきの玄関の絵で言ったら俺はほんまはこの絵が飾りたいのによくないって聞いたから、飾らんとことはせえへんかな。だから自分の気持ちの方が優先やな。僕高校生の時に玄関に熱帯魚をね飼いたくて買うたんですよ。でその後風水ドクターコパの風水塾みたいな本買って、玄関にその水槽とか水のたまりみたいなものを置くと、彼女ができませんとかって書いたから、すぐ友達にあげましためっちゃ信じるうわーうまそうですよこれは。このネギをちょっと最初に少し焼いてますんでね。わー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 。よいしょよいしょ。ネギとネギいいですね。ネギいいですね。ネギもいただきます。おいしそう。うまい。いただきます。うまい。うわネギ香ばしいわ。いただきます。
うわー、ネギのええ匂い。うんうん。うん。めちゃくちゃうまい。うまい。ジビエ好きな人ですか？そんな好きでもないけど、単純にでもイノシシとかでもやっぱり美味しいイノシシの肉は美味しいよ、めちゃくちゃ。うわ、ああ、そうなんや。食べたことない。そのロケとかであーなんかいいとことか行くやん。山奥で食うやつマタギの人がほんまに取ってきたばっかのやつとかああ、食べたことない。はやっぱ美味しい。イノシシもクマも食ったことない西麻布にな。うん。それこそマタギって店やったかな、うん。そこのオーナーが実際うちに行って取ってきたやつで料理作ってるお店あんねんけど、へえ。行くじゃん今度。はい。めっちゃ千枚刺し焼肉行った時食うじゃないですか。好き千枚刺し。最初の方から千枚刺し頼んでたじゃないですか。うん。マジで気持ち悪いなこれって思いながら最初の方は気使って食うてたんですけど、うん言わずに、うん何これって言わずにでも食ったらめっちゃ美味しかったから、今は食えるようになりました。あーそれ系が多いんですよ。はいはいほはんまに。だから多国籍料理とかは結構苦手やったですね昔は。い。ああ。今はもう当たり前のようになってるからもう食べれるようになりましたけど、うん食べなしゃあないぐらいの、はいはいはいぐらい当たり前にみんな行くようになったから、うん。タイ料理系とかも。はい、生春巻きとか、うん。嫌やったんや。嫌でした。変な味が、まあ、代表的なのはパクチーあと生春巻きにつけるオレンジ色のなんかあるじあ。ゃああ、ないですか。はいはい。スイートチリソースね。はいはい、あんなんもうほんまに謎の味じゃないですか。知らん味というか、まあまあ日本にはない味ない味じゃない。ないですか。だからそのイタリアンはまだスパゲティとかピザとか割とこう親しみ馴染みのあるうん。味しますが、フレンチとか行くといまだに知らん味が多いから、うん。あんま率先して行きたいとか食べたいとか思わないんですよね。食べてみんやって言われてなくて、うん知らんなこれっていうものが置いてあった。ああ、食べへんかもしれへんな。食べれる人には憧れはあるんですよ。憧れって何なの？前から言ってる憧れとか怖いなっていうようなんか食い物で憧れとか言ってるけどなんなんそれ。それはもう自分のできへんことやってたらギターめっちゃ弾ける人と同じ目で見て。いやいやギターはさ、俺弾かれへんし、弾くためにはめっちゃ練習いるやんか。あ、でもそれと一緒ですよ。僕はその食べ物の壁を乗り越えてきた人たちですよ。言うたら。乗り越えてきた人たち何も乗り越えてない別になんかだから本人は意識してないんでしょ。うんギター好きな弾ける人は好きやから弾いてるからそんなに全然大変じゃないよ。いや単純に労力いらんやん。そのバターの言ってるのはもうこれ食べてみようって思うかどうかだけの話やんか。なんで伝わらへんのなんかないですか。人にこのなんできる人ええな。いやそれこそ英語喋れる人ええなと思うよ。まあ、楽器もそうやけど。同じなんですけどね。いやでも同じじゃないやん。そのやったらできるやん。英語は今はできへんやん。だから今できる何やろな、やることやれへんこと。例えば夏休みの宿題、もう8月31日までに、ほんまはやりたい、でもいつももうギリギリまでなってまう、こういうのをちゃんと1週間前とかにできるように人になりたいなみたいなこと。そうですね。やればいいやそんなんやったら。でもそれより圧倒的にさ食ってみたらええだけの話やんか。その宿題やるとかの労力もいらんし。思ってるより初めてのものを食べるっていう怖さはないんですよね。うんちょっとだからどうなるの口の中がなんかうわーみたいなだから大ダメージ受けんのなんか。でこれはだから言うたら徳さん、高いとこ嫌いなんでしたっけ。絶叫バンジーとか無理。嫌いなんですよね、でもちゃんと安全ロープついてるんですよ。飛べばいいじゃないですか。ちょっとそ
それと一緒かなだってあんなのだって明らかに怖いねんで大ダメージやねん飛んでみたらこんなもんかとはならんねんでそれで言うたらバターが食ったことないもん食って、もし嫌なもんやった時に、すっごい嫌な気持ちになるやったらわかるよ。でもなんかあんまなかったなぐらいやん、ダメージってマイナスって。そうでもない時があるじゃないですか。どうなんの？ほら沖縄のこれですわ、スクガラス、これや、スクガラス、これや、いけそうな見た目やのに、あれはほんまにダメでした。だからこれかもしれない、あらゆる食べ物がこれのかもしれないそんなわけないそんなわけないやん。そんなわけないっていうのは言ったらバンジージャンプで紐切れるっていうのと同じですよ。そんなわけないやん。いや多分パクチー食べました、まず最悪で出します、でよくない？それが嫌じゃないですか。そんな大ダメージちょっと口の中嫌な味するだけやん。でもその日一日、いやパクチーはほんまに嫌いな人も多いから、まだわかるよ、他のあんの？なんか全てがパクチーぐらいのダメージ受けるかもしれんっていうことを思うってこと？小学校の時はほんまにブロッコリーとカリフラワーが嫌いすぎて、給食でサラダ出てくるじゃないですか。だからもうこれをもうほんまにで給食献立出てくるじゃないですか、でサラダカリフラワーとかって書いてるじゃないですか、これほんまどうやってこの食べずに済ませるかみたいなことをずっと1週間ぐらい考えてたぐらい嫌でした、それはわかるよ、そういうのがこう食べるふりしてこう落とすテクニックをこうちょっとやったりとか。1週間ぐらいそればっか考えてるのもうほんまに気が重くて。バター味覚敏感なんちゃう？やっぱなんかあって俺しいたけそんな怖くないから、1週間先のメニューなんか気にしたこともなかったし。だってほんまに嫌ですもん。テストと同じですよ、テストと。なんなんやろなそれ。なんでそんな嫌なんやろな俺がしいたけ食べた時に、うえってなるダメージと同じ。いや違うと思う。だって俺別に1週間前から嫌じゃないもん別に。だって食べて1週間後しいたけロケあるんですよ。別によ別にでもちょっと気分重いでしょ。重くないよ別に。しいたけ食わへんか、ちょっと我慢して食ったらええかってだけの話だし。結構ほら小学校の時の給食って重要でかいでしょ。不思議やな。っていうかタバコどこ行ったん？ほんまに不思議。俺携帯もどこ行ったん？ドラマはね、めちゃくちゃ面白い話があるとするじゃないですか、これめちゃくちゃおもろいよっていう、例えばウォーキングデッドね、とかブレイキングバッドとかね、めっちゃおもろいって評判あるじゃないですか、人によっちゃね5シーズンまでありますよって言われたら、うわもうめっちゃずっと見れるやんっていう人も言いますけど、5シーズンまであんねやと思って、おもろいって聞いても見る気なくすパターンあるじゃないですか。いるなそういう人。僕そっちです。うわもう5までやったらちょっともうしんどいわ。俺面白いんやったら5までなんかめっちゃおもろいってなった時に、めっちゃあるわけやん、だから全然別にそれはいい。そうなんや、ワンピースもね面白いってなってるじゃないですか、でももうずっと50巻までやるとか無理やとかって言うてる間にもう今100巻ぐらいまであるんで、もっと無理やっていう、おもろいって聞いてもちょっと先が長すぎると思ったら、先長い方がよくない？おもろかったらそれに費やす時間のことを考えちゃう。人の思考ってやっぱそれぞれやね。朝起きたらリビング出て、テレビつけるみたいな習慣が僕あるんで、だから何がしか音鳴ってないと。へえ。これ曲やと歌ってもうて何も手につかなくなるんで。歌ってもうて何も手につかなくなるとか。生まれ持ってのシンガーみたいなこと言ってるやん歌ってもうて手につかなくなるお前そんなやつやったっけ歌ってもうて手につかなくなるの？歌ってもうて何も手につかなくなる。すごいなお前希代のシンガーみたいな。もううせやん
全然知らんかったあるじゃないですか。歌ってもいや歌ってまうことあるよ。歌ってまうことあるでしょ。歌ってもって何も手につかなくなることはねじゃあ何パーってなんか曲かけてました、でミスチルかけてました、でだんだんもう歌ってまう、歌ってもうて、なんか「あるがまあまあの」ってもうそこもう歌うだけの人になるってこといや家でだからね、携帯でなんか調べ物しながらとか、パソコンで仕事しながら作業しながらとか、曲がかかると歌ってもうてスマホの文字読めなくなる、パソコンのその打つ手が止まるみたいな、お前歌うために生まれてきとるやないかお前歌うために生まれてきたやつの言うことやんけそれ。いやいやいやお前鼻歌という概念ないの？鼻歌で歌いながらなんかやるとかさ、鼻歌って、音に出てるのは鼻歌ですけれども、脳ではしっかり歌ってるでしょ。鼻歌を言ってるだけでも、頭の中ではその文字を追ってるでしょ、歌詞を。そこまで追ってないよ歌いながらなんか「はんはんはん」って言いながらなんかそのネタ考えるとかの作業は難しいかもしれんけど、なんか単純作業でなんか編集とかで言ったらカット入れるだけとか、歌いながらできるやろ。持ってかれません？持ってかれへんよ。サビとかになってきたらもう頭の中も歌で、口でも歌ってて何も手につかなくなるの？持ってかれません？持ってかれないな。じゃあ歌うことに集中して何も手につかなくなるってことやろ。だから途中でそうなる前にやめます、歌を。だってどうせ聴くなら好きな歌をかけたいじゃないですか。好きな曲かかってたら歌ってまうじゃないですか。まず歌ってまうじゃないですかはもうない。歌ってまうじゃない。歌ってまう時もあるし歌ってまわへん時もあるよそれは俺はその伝説のシンガーじゃないからそれ俺は歌うために生まれて歌いながら死んでいく人じゃないから俺はそれは分からへんけど知ってる歌で集中してまうってことやろ。要は歌に集中してまう。心も体も全部が歌に集中してしまうってことやろ、はい、なんで歌うことを職業にせえへんかって大してカラオケ行きたいとか言うわけでもないし、それはねちょっと違うんですよ。知らん曲が流れててももちろん歌に持っていかれないんですよ。知ってるよく聴く曲だからこそ、持ってかれちゃうんで、でその理由でだからかとはならへんねんあんまり分からなくはないよ、そら、でも自分でコントロールできるやんっていう。やめたくないじゃないですか、その好きな歌をちょっと待って歌ってる時に。それなどのレベルで歌ってんの？近所に鳴り響くほどじゃないですよ、ブルーハーツとかで、永遠なのか本当みたいな。もうそのレベルです。このレベル？そのレベルがそのレベルで全部歌に持ってかれるの？もうはい、そのレベル持ってかれるってボリュームじゃないじゃないですか。頭に文字が出てるか出てないかじゃないですか。お前もアーティストすぎるって頭に歌詞出てんの？それを追ってるからこその鼻歌であり口ずさみであるじゃないですか。ちょっとよくわからないです。それ言ってることよくわからないんだけど追ってるからこその、だって文字を追わないと歌いようがないじゃないですか。頭の中に出て頭の中に出てくる文字を読んでるってこと？バターを歌うときにカラオケみたいに、っていう意識で歌ってるってこと？っていう意識で覚えてる歌ってもう自然と出てくる。だからその感覚が短いだけで結局はやってることは同じです。頭の中の文字を追っている。でも多分割とその普通に鼻歌歌いながらなんかできる人は、そういう感覚ではやってないんやと思う。自然にね、もう入っちゃってるから。それこそもう嫌いのシンガーじゃないですか。僕はもう文字を追わなきゃいけないんですけど、もう歌が身についてる人はそんなことをしなくても無意識で歌詞がフラフラって出てくるわけでしょ。それが覚えてるということやからで漫才師が漫才するときに台本のその言葉追ってないやん。それと一緒やけどな。鼻歌を歌える人はもう希代の漫才師と同じで希代のシンガーじゃなくてただ覚えてるということよ鼻歌歌いながら車の運転はこれがね
これは僕はねなかなか運転には集中力が欠かせないものだと思っているので基本的には曲はかけずにポッドキャストとかラジオとかでないと歌に持っていかれる。はあ、じゃあでも要は前を見てるようで前を見てないっていうの分かります？脳の中の文字を見てるから。そう、もうごめん単純に不器用なんちゃうそうです。だからでそうです歌う以上は間違えたくないじゃないですか。いや歌う以上はまあ間違いに越したことでも誰が聞いてんねんって話やで別にそれもなんかでも鼻歌やから間違えたってええやんって話やけど、まあ俺もどっちかって間違えたくはないちゃんと歌いたいとは思うよですね。だからトークとかやったら一緒に参加するわけでもなく復唱するわけでもないから何もすることがないじゃないですか。こっちは聞くだけすることがないじゃないですか。いやそれこそ助手席の人と喋ってたら何か言ってきたのことに対して何かを考えて返すわけやんか。よっぽどこっちの作業の方が前言ったと思いますけど車運転してる時の話は僕3分の1ぐらいしか聞いてない。ああそうかそうか、聞き流してんねや、はい、でそこでしっかり考えて何か返そうなんてさらさら思ってないってことやな、はい、ああそうかそうかそうか、はいだから車の中で助手席で大事な話をされると困るんですよね。そういうとこが鼻歌にまでつながってくんねや。聞いたことある曲レベルやったら、全然なんともないです。なんですか今人やったら懐中電灯持つよな。そうですよね。赤貝だけですか？味噌汁。はい。青さの味噌汁。美味しい。うまい。俺池マグロに醤油つけてもらった。金目鯛です。はい。金目鯛、イクラがお2つ。はい。イカがお2つ。はい。姫様です。はいね。2番のかけ、2番のかけ。いつですか？うまっ。なるほどね。任せるんじゃなくて自分がちゃんともうお笑いの